さて、どちらが彼女を部屋までエスコートしようか。ま、いいけど。じゃあ、さっさと行くよ。ちょっと待った、俊宗。何ですか、大貝さん。ダメだ。お前という男はご婦人に対して今一つ気遣いが足りない。エスコート役なのだから、彼女の手ぐらい取ってあげるべきではないのかい？は？部屋まで案内するだけなのに、なんでいちいち手なんか取らなきゃならないんですか？理由は一つ。それが紳士的振る舞いというものだからだ。これからの日本男児には西洋的な所作が求められる。できうる限り女性は大切に扱いたまえ。はあ。ところで彼女を案内するのは1階の客間でいいんですよね？いいや、2階の南側にある角部屋だ。南側の角部屋ですか？うん。何か問題でも？いえ、ただ部屋なんて他にいくらでもあるのに、なぜよりによって俺の隣なのかと。それはこの屋敷の中で一番日当たりのいい部屋だからに決まっているだろう。客人には最高のもてなしを提供するのが主の務めだ。理解したかい？はあ。では案内して差し上げたまえ。くれぐれも言っておくが、廊下が暗いからといって不埒な真似を働かないように。不埒な真似ですか？いかにも。だそうだ。暗いからって俺に不埒な真似を働くなよ。違う。お前が彼女にだ。なぜそこでお前が被害者側に回る？ああ、すみません。ま、何かあったら大声で助けを呼ぶといいよ。きっと大貝さんが助けてくれるだろうし。人事だな。それじゃ失礼します。ほら、さっさと行くよ。あのさ、そんなに強く掴まれると痛いんだけど。まあ、いいけど。君、ひょっとして暗闇が怖いとか？はっ、子供じゃあるまいし。何？どうかしたの？なんで俺が？君が一人で喋っていればいいだろ。君、結構しつこいって言われない？はあ、そうだな。ああ、そうだ。最近面白い本を読んだんだ。小泉八雲の耳なし芳一っていう話。知ってるの？発売されたばかりの本なのにもうそんなに流行っているのか。じゃあ君、あの話の最後を覚えてる？
そう。平家の怨霊が芳一を迎えに来る最後の場面。芳一の耳をつかみながら怨霊が言うんだ。ああ、芳一がいない。ただその耳が2つあるばかりだ。ならばせめてこの耳だけでも持ち帰り、殿に差し出さねば。なんで抱きつくの？別に怖くはないだろう。情景描写に優れた幻想的な物語だと思うけど。へえ、この程度で怖いの。君、意外と繊細な神経してるんだ。性格はずうずうしいのに。あれ、自覚してなかったの？まあいいけどさ。それよりそろそろ離れてくれない？このままじゃ案内できないだろう。うん、確かに迷惑。でもまあ、泣きわめかないだけいいんじゃない？やかましいのは苦手だし。いいよ。捕まりたければ捕まれば。その代わり、転ぶときは一人で転ぶこと。俺を巻き添えにしたら許さないよ。さあ、知りたきゃ身をもって試してみればいいんじゃない？別に痛いことはしないよ。まあ、ひどいことはするかもしれないけど。どうしたの？ほら、俺にしっかり捕まりなよ。まあ早い話、ここは明治時代の東京なんだ。君は僕のマジックによって平成から明治へタイムスリップしてしまったというわけさ。
ああ。仕事に行ってるけど。この上なく正確だけど。嘘をつく意味がない。さっきドンが鳴っただろ。誤報だよ。12時を知らせる合図。あのさ、その格好どうにかならないの？変だよ。足なんか出してみっともない。その格好で近所を歩き回らないでもらえるかな。俺はいいけど、大貝さんに迷惑がかかるから。ふみさんに言って着物を出してもらえば？確か女物がいくつかあったはずだから。へえ。じゃあ、自分の家を思い出したんだ。大貝さんからの伝言。記憶が戻るまでの間、この家で生活しなさいだって。いいんじゃない？俺も居候だし。このエビ茶色の袴はどうですか？お若い娘さんにはよく似合うと思いますよ。それにしても大変でしたね。まさか着物の着方も忘れてしまうなんて、本当に気の毒で気の毒で。ただいま帰ったよ。お帰りなさい、大貝さん。やあ、着替えたのかい。実によく似合っているではないか。しかし
少々残念ではあるな。僕としては昨日の前衛的な服装も色気があって悪くなかったのだが。あんな目頭服で近所を出歩かれたら神経を患っているのではないかと噂されてしまいますよ。はは、言いたいものには言わせておけばいいではないか。どんな服を着ようが個人の自由だ。たとえふんどし一丁で外を歩いたところで他人が文句を言う筋合いはないと思うが。鴎外さんは自由すぎるんです。ところでお嬢さん、昼下はまだだろ。せっかくだから3人で外に食べに行こうではないか。何か食べたいものはあるかい？遠慮せずに何でも言ってくれたまえ。好きなものをご馳走しよう。ああ、そうだ。築地西洋軒はどうだろうか。鶏肉製のスープにタイの西洋風蒸し焼き、それにオムレツライスというのも悪くない。牛丼？ああ、牛肉が食べたいのかい？牛といえばいろはだ。よし、早速行ってみることにしよう。贅沢なやつ。ねえ、早く入れば。え？別に珍しくもないと思うけど。ん？クリムソン・レイキ、ウルトラマリンにビリジアン、ガムボウジ。ステンドグラスの色の名前だよ。全部舶来物。牛屋の窓はだいたいこんな感じの作りだけど。さすがは美術学校の画学生だ。勉学の成果が現れているではないか。この程度、画学生なら常識の範疇です。さあ、どんどん食べたまえ。いただきます。うんうん、たくさん食べなさい。足りなければ追加すればいい。どうだい？いろはの牛鍋は。そんなの決まっているではないか。可愛いご婦人に感謝されたいからだ。お前は今僕に対して猛烈に感謝したい気分になっているだろう。
何せ僕はお前を怖い警察官から救い出し、寝床を提供し、さらには上等の牛鍋まで食べさせているのだ。ここまでされて感謝したくならないはずがない。さあ、どんどん牛肉を食べて、どんどん僕に感謝するといい。これから嫌というほど恩を売らせてもらうつもりだから、覚悟してくれたまえ。惜しい。実に惜しいな。ありがとうございます、ご主人様。だろ？鴎外さん、冗談が過ぎますよ。なんだい俊宗、冗談ではないのだけどな。本気にしなくていいから。この人ちょっと変わってるだけだから気にしなくていい。うん、僕はね、牛込の陸軍軍医学校で衛生学を教えているのだよ。まあ、いろいろだ。俊宗の通う東京美術学校には、たまに美術解剖学の講師として移植されることもある。まあ、ある意味生徒といえば生徒とも言えるのではないかな。違う。俺と鴎外さんが会ったのはもっと前。鴎外さんが東京美術の講師になる前だ。ほう。初めて会った時のことかい？随分と懐かしい話をするではないか。懐かしむほど昔でもありませんが。確かお前がうちの目の前で猫を口説いていたんだっけな。口説いてなんか。隠すな隠すな。いや、あれは実に熱烈な求愛だった。世の中には愉快な輩がいるものだと思って、つい家に呼び込んでしまったのだったな。何？あれはシェイクスピアも驚きの口説き文句だったな。春宗には画才だけでなく文才も備わっているのかもしれない。それを言うなら、俺も鴎外さんの家に初めて入った時かなり驚いたんですが。いきなり裸だったじゃないですか。裸がなんだと言うんだい。別に普通だろう。普通じゃありませんよ。その両県は狭いと言わざるを得ない。自分の家なのだから、どんな格好でいたって構わないではないか。客人の前でしていい格好ではありません。あれは確か去年のちょうど今頃、神田の路地で見かけた野良猫をスケッチしていた時のことだった。そこでたまたま出会った鴎外さんがなぜか俺の絵を気に入り、
成り行きで屋敷へと招かれることになったんだ。ようこそ我が家へ。ああ、その辺に適当に座って楽にしてくれたまえ。今熱い番茶を入れさせよう。あ、お構いなく。しかし大きな屋敷だ。鹿鳴館とまではいかないけど、こんなに立派な西洋建築はそうそうお目にかかれるものじゃない。どうぞ。暑いのでお気をつけて。どうも。うん、そちゃだが一服やりたまえ。ところでこの男は一体誰なんだろう。それ以前になぜ俺は見ず知らずの人の家にいるのか、正直意味がよくわからない。いやー、若いのにいい腕をしている。お前のような才能を見ると日本画の未来もまだまだ明るいと安心できるな。はあ、どうも。見たところ書生のようだが、どこの学者に通っているんだい？上野の東京美術学校です。ああ、なるほど。岡倉天心先生のところの画学生だったのかい。え、校長先生をご存知なんですか？うん。いや、しかし偶然だな。実はちょうど岡倉先生から美術解剖学の臨時講師として呼ばれているのだよ。美術解剖学の講師？あなたが？僕は陸軍一等軍員なのでね。牛込の軍医学校で主に衛生学を研究しているのだ。陸軍一等軍医って、つまり階級は大尉？いかにも。それがどうしたんだい？いえ、すごい方なんだなと思って。別に大したことはない。うちは代々津和野藩主の天尉でね。その流れで僕も医学を学んでいるだけだ。はまあこうして岡倉先生の門下生であるお前と出会ったのも何かの縁だ。茶でも飲んでゆっくりしていきたまえ。あ、いただきます。ところで、あ、いかん。もう5時ではないか。は、客人をもてなすことに気を取られてうっかりしてしまった。急いで行水の準備を始めなければ。行水？質問なんですが、なんだい？なぜ服を脱いでいらっしゃるんでしょうん、僕はね、毎日だいたいこの時間に体を清めると決めているのだよ。昔からの習慣なので、おろそかにはできないのだ。さて、手ぬぐいはと。う？ここでやるんですか？いかにも。公衆浴場は衛生上いささか問題がある。真の意味で体を清潔に保つには、自宅で行水するのが一番だという結論に達したのだ。行水は実に気持ちがいい。ぜひ習慣化するべきだ。というわけで、よければお前も一緒にどうだい？いえ、帰ります。待ちたまえ。待ちません。今すぐ帰りたいんです。はは、遠慮は無用だ。今なら特別に僕の手ぬぐいを貸そうではないか。結構です。裸で近寄ってこないでください。裸でなければ行水できないだろう。それともお前は服を着たまま体を清めることができるとでも言うのかい？普通人前では脱がないと思います。僕とて好き好んで脱いでいるのではない。行水の時間になってしまったのだ。回避しようのない状況ではないか。そんなのあなたのさじ加減でしょ。俺が帰った後にやってください。ダメだ。昔からこの時間に行水すると決めているのだ。帝国軍人として今更決まりを破ることなどできるものか。だからあなたのさじ加減でしょうが。それじゃ失礼します。ってなんで追っかけてくるんです？決まっているだろう。お前が逃げるからだ。裸で追っかけられたら誰だって逃げるでしょ。行水をしないお前が悪い。僕はね、曲がったことが大嫌いなのだよ。何するんですか？話してください。ははははは。
さーて、覚悟はいいかい？よし。ではたっぷりと堪能してもらおうではないか。この日本が誇る浜松産高級手ぬぐい、比類なき肌触りと使い心地を。というわけだったんだよ。お前たちも僕の習慣を見習うといい。早速今日から実践だ。お断りします。そうだ、今夜は来客があるかもしれない。どなたですか？僕の親族だ。どうせまたくだらない話を持ってくるのだろうよ。そうだ、俊宗、ちょうどいい。これから彼女を連れて観光案内をしてあげたらどうだい？無理です。まだ課題が残っているので。はあ、まったくいけずな男だな。寄りたいところどこだい？うん、行くのは構わないが、日比谷だと移動するのに時間がかかる。これを持っていくといい。行きと帰りは車を使いたまえ。帰り道はわかるね。気にしなくていい。どうせ大して入っていないのだ。それより、できればおぼろの時になるまでには帰りなさい。いいね。日没から明け方までの時間帯だ。暗くなると、よからぬことを企む者のけらに絡まれる可能性があるのでね。もののけなんて普通じゃ見えませんよ。まあ、玉寄りでない限りはそうだろうな。だが見えないからこそ危険だということもあるではないか。はい、60銭いただくよ。君のその、3！いや、遅かったではないか。心配したのだよ。
まったく心配をかけさせて。お前の身にもしものことがあったら僕はこの先どうやって生きていけばいいというのかい。酔ってなどいない。なぜなら僕は酒を好まないからだ。まあなんてことでしょう。おばさん、申し訳ない。さっきも言った通り、僕にはもう心に決めた人がいるのです。そう、ここにいる彼女こそ僕が生涯ただ一人と決めている未来の妻となる女性なのです。いやー、唐突にすまなかったな。僕の叔母がそろそろ所帯を持てと口うるさいものでね。僕としても結婚はやぶさかではないのだが、今はまだそういう気になれないのだ。それでついちょうどよく現れたお前にフィアンセの代役を頼んだというわけなのだよ。僕に特定の相手がいると知れば叔母も諦めるだろうと思ったのでね。おや、怒ったのかい？頬がぷっくりと膨れている。まるで頬袋に限界まで餌を詰め込んだコリスのようだ。かわいいではないか。そうだ、今日からお前のことをコリスちゃんと呼ぶことにしよう。それはそうと、いい縁談だったみたいじゃないですか。見合い相手は申し分のない家柄のご婦人なんでしょ？家柄の良し悪しが問題なのではない。今は学問に集中したいのだよ。まだ書きかけの小説もあることだからね。でも本当におばさんに信じてもらえたんですか？彼女のことです。怪しくないですか？いくらなんでも。いやいや、そうではない。春草はいつも言葉が足りないのだ。うん、だが確かに彼女の身元がはっきりしないことにはな。フィアンセと認めさせるのは難しいかもしれない。それはそうでしょう。メイカなら特に。まったく厄介な話だ。叔母は良縁だからが口癖だが、良縁などそこらに転がっているものではない。我が国の離婚率の高さを見れば一目瞭然だというのに。コリスちゃん、そこで一つお前に協力願いたいのだがな。どうにかお前に僕のフィアンセに足る資格を有してもらいたいのだ。僕はたった今妙案を思いついたのだよ。実は近々鹿鳴館で新聞社主催の美人コンテストが行われるのだが。ああ、家族やら管理やらのご令嬢がその優位を競い合うとかいう催しですか？うん。このコンテストでお前が好成績を獲得すれば、さすがの叔母もフィアンセとして認めざるを得ないだろう。いかにも。無理でしょはは、息がぴったりだな、二人とも。
おや、自分でできないと決めつけてしまうのかい？人間は進化し続ける生物なのにな。僕は常々人間の可能性に限界などないと思っている。お前さえその気なら、例えば2週間で完璧な淑女の教養を身につけられるはずだ。なあ俊宗、お前もそう思うだろう？思いません。いや、できるはずだ。できるだろ、コリスちゃん。何？心配は無用だ。お前には僕と俊宗がついているのだ。悪い結果など出るはずがない。いや、絶対に出させない。ねえ、今日は楽しかった？お話ししてよ。どんなことでも。何でも話してよ。いつまで寝てる気？朝毛の準備はとっくにできてるんだけど、さっさと着替えて降りてきて。やあ、おはよう、コリスちゃん。さあ、座りなさい。何？構うことはない。ちょうど今から朝毛を取ろうと思っていたところだ。居候のくせに寝坊なんてすごい度胸だ。君、肝が据わってるってよく言われない？ああ、そうか。だから昨日寝坊したことも忘れて、今日も同じこと繰り返すんだ。こら俊宗、新人いじめはよしなさい。新人いじめ？何のことです？お前の今の言動がだ。彼女はただでさえ心細い状況にいるというのに、傷に塩を塗るようなことを言うものではない。すみません。それはさておきだ。コリスちゃん、今日の午後は時間があるかい？銀座に取り置きしている本があるのだ。使いを頼まれてくれると助かるのだが。服部時計店の近くだ。行けばすぐにわかると思うのだが。よし、では俊宗を同行させよう。いい機会だ。二人で銀座散策でも楽しむといい。俊宗、
彼女を案内してあげなさい。使いなら俺一人で行きますが。一人で行くより二人の方が楽しいだろ。俺に女性と二人で白昼堂々と銀座を歩かせようと言うんですか？別にいいではないか。法律で禁じられているわけでもあるまい。そういう問題では。では、決まりだ。コリスちゃん、何か欲しいものや食べたいものがあれば、遠慮なく俊宗にねだるのだよ。あのさ、わかってると思うけど、貸本屋に行ったらすぐに帰るから。わかってるならいいけど。じゃあ、行くよ。あれは、辻浦売り。自動電話だけど。あ、そう。君さ、楽しんでるところ悪いけど、あんまり近くを歩かないでもらえる？なんでって、未婚の男女が並んで歩くなんて考えられないだろ。しかもこんな日中に堂々と。別にダメではないけど。そこまで離れなくても。いや、そこでいい。ついてきて。ねえ、君何してるの？君、さっきからふざけてるの？読み方が逆。あれは服部時計店って書いてあるんだけど。驚いた。文字の読み方も忘れるなんて相当だな。正直、君がそこまで重症とは思わなかった。もう離れて歩かなくていいから。いいよ、今日は我慢する。迷子になられても面倒だし。
君、ラムネも知らないの？食べ物に関することは覚えてるんだ。何？飲みたいの？飲みたいって顔に書いてあるけど。違うの？ラムネください。はいよ飲みなよ。その代わり、後で鴎外さんに報告して、俺がちゃんと義務を果たしたって。礼はいいから早く飲めば。あ？何言ってるの？ラムネはレモン味に決まってるだろ。もともとラムネはレモネードがなまって定着した言葉なんだ。レモン味で当然だと思うけど。君、本当に何も覚えてないの？家や家族のことも。信州の飯田だけど。別に何の変哲もない土地だよ。山に囲まれていて、天竜川っていう川があって。両親と兄弟が6人。別に珍しくもないだろう。7人ぐらい。どうしたの？何ぼんやりしてるの？いや、今度はアンパンが食べたいって顔に書いてあったから。もう銀座は十分堪能しただろう。そろそろ帰っていいかな。やあ、おかえり。ただいま帰りました。うん。二人一緒に帰ってきたところを見ると、ちゃんと僕の言いつけ通りにできたのだろうね、俊祖。それは彼女に聞いてください。コリスちゃん、銀座はどうだったかい？俊祖はちゃんとお前をエスコートできただろうか？なんと、俊宗がお前にラムネを？
堅物な俊宗がそんな気配りを見せたとは、実に素晴らしいではないか。これでまた一つ、紳士レベルが上がったな、俊宗。彼女が飲みたそうにしていたから買い与えただけです。謙遜などするものではない。お前はまた一つ紳士の階段を登ったのだ。しかし嬉しいではないか。まるで息子の成長を見ているようだ。ま、銀座での土産話は夕げを取りながら聞こうではないか。さあ二人とも座りなさい。大貝さん、これは？ああ、その伊勢海老とサザエはふみさんが近所の奥さんからもらってきたのだそうだ。何でも旦那の方が海産物を毛嫌いしているらしくてな。まあ我が家としては非常にありがたい話ではあるのだが。ところでコリスちゃん、お前は伊勢海老とサザエ食べられるかい？はは、即答だな。ではどのように調理をしようか。サザエはつぼ焼きか刺身でいいとして。やはり伊勢海老も刺身だろう。僕はあまり生ものは好まないが、これだけ新鮮なものが手に入るのも珍しいからね。待ってください。ん？刺身で食べるですって？うん。それがどうしたんだい、俊宗。神が作りたもうたこの美しい芸術品の数々を刺身にしてしまうというのですか？エビ茶色の艶やかな殻、細くたおやかな触覚、見事にしなる機能美あふれた関節。はあ、俺にはできない。この完全なる存在に手を入れることなど俺にはできない。そうは言われてもな、俊宗。見ているだけでは腹は膨れないのだよ。ではこうしよう。とりあえず先にサザエをつぼ焼きにして。ダメです、動かさないで。ちょっと待っていてください。伊勢エビ、そしてサザエ、なんて斬新かつ高相性な組み合わせなんだ。まさに魂の開口としか言いようがない。伊勢エビの引き立て役と見せかけて、そのサザエの佇まいのなんと神々しいこと。貝殻の巻き具合も絶妙だ。いやむしろサザエの方こそが真の主役であるのかもしれないぞ。ああ、いかん。すっかり俊宗の芸術家魂に火がついてしまったようだ。一度こうなってしまうと長いのだよな。まあそのうち書き終わるだろう。しかしまさか海産物にまで反応するとは思わなかったな。なんとも節操のない男だ。はあ、僕の伊勢海老とサザエ。よし、大体の構図は決まった。これは未だかつてない大作となりそうだ。ああ、そうだ。題名を決めなくてはいけない。題名はほう、題名はエビにサザエ。そのまんまではないか。ああ、しかし今日はなんて素晴らしい日なんだ。俺の中で
未だかつてこれほどまでに熱い創作意欲が湧いたことがあっただろうか。まあ春祖のことは置いといてだ。それよりコリスちゃん、例の美人コンテストのことなのだが、そろそろ本格的に動かなくてはなるまい。本気も本気だ。僕は本気でお前に人生を委ねようとしているのだ。僕の束の間の自由を確保するためにも、お前には是が非でも優勝を狙ってもらわなければならない。そこで早速作戦会議だ。いかにも。それが何か？よくぞ言った。実はこれまでの美人コンテストは写真審査だったのだが、今回は少しばかり趣向が異なっていてね。お前、何か特技はあるかい？何でもいいのだ。日本舞踊でもピアノでも土壌すくいでも。いや、構わない。あるに越したことはないというだけで、なければ今から特技を作ってしまえばいいのだ。いや、実は美人コンテスト当日に出場者は何か特技を披露しなくてはならなくてね。今後の国際社会を担うべき先進的な女性だと審査員に印象づけられるような特技は何だろうと僕も思案しているのだよ。ま、詳しい内容は僕の方でもう少し詰めておくことにしよう。ああ、そうだ。会場は6名間だからドレスを仕立てなければならないのだ。後でふみさんに採寸してもらいなさい。わかったね。結局やることになったんだ。は？何それ？俺は普通に書いてただけだけど。何？文句あるの？冗談じゃない。また逃げ出されたら困る。いつも完成間近のところでいなくなるんだ。じっと帰りを待たなきゃいけない俺の身にもなってほしい。それより君、美人コンテストに出ることになったんだろ？すごいよね、君。本当に肝が据わってる。
だって他の出場者たちは家族や交換の令状ばかりだ。その中に飛び込んでいくなんて肝が据わっているかアホかどちらかだと思って。本当にすごい。俺にはできない。ま、頑張って。参加賞ぐらいはもらえるだろうし。